あなたが受けたいと思っているその施術は本当に安全な施術でしょうか。2026年5月18日、メキシコプエブラ州とある美容クリニックでは一組の夫婦を前に医師が自身の施術について熱弁していました。細かな振動で脂肪をほぐしながら吸い出す機器を使用するので、従来の方法よりずっと楽に脂肪吸引ができるんです。通常なら大きな負担のかかる脂肪吸引を翌日から仕事に行けるなどと語るその医師、少し都合の良すぎる話に思えますが、 SNS にも実際の施術の動画を載せていたその医師を顧客の女性は信頼できると感じました。女性は話を聞くだけで帰るつもりが即日で施術を受けることに。そして施術中1時間ほど買い物に出ていた夫が戻った時、そのクリニックは閉鎖され、妻も医師もいなくなっていたのです。おそすけちゃんです。ごきげんよう、やみこです。ついにね、はい、行ってきましたよ。どこに？念願のどこに？長岡花火大会に行ってきましたよ。羨ましきと思ってたやつ。ちょっとなんか舐めてたんですけど、舐めてたんだ。やっぱ生で見ると感動ですね。なんか前テレビで見た時に、ちょっとうるせえなと思ってたのよ。おー、テレビ越しでもうるさかったの？テレビって感動ない割に花火の音だけ楽しいから、あんまどうなんだろうな。でもみんないい言うから、一生に一回は行きたいなと。毎年気づいたらこう X で流れてきて終わってるわけですよ、今年こそはと思ってカレンダーに入れて、市長さんとかからさ、長岡の人いないですかとか言ったけど、さすがにちょっといなくて、ある会社経由で公式のイベントみたいなのがあって、そこに応募して行ったんですけど、フェニックスえぐ横一面ザーって一気に上がるとんでもないのがあって、ただね、トイレがねめちゃくちゃ並ぶいいのよ、そこは。もうちょっとフェニックスどうだったか教えてほしいんだけどさ、私の想像でいくとやっぱり音楽のライブと一緒で、生音とかって振動が直に芯の像に来るからさ、それはある。ずんめっちゃ運良くて最前列だったの、だからめっちゃ近くて本当に心臓に重点音来る感じ、あとはもう音ハメっていうのかな、音楽に合わせて開くやつもプログラムであって、全部でね、今年は40プログラムぐらいあって2時間強ぐらいね、ずっと花火が上がるんだ。でもね、本当に飽きずにいられましたし、来年も機会あれば行きたいなと思ってるんで、やみこさんとはなんか近い席で会えたら嬉しいですけど誘ってはくれないのね。今回はメキシコの美容クリニックで起きた非常に奇妙な事件をご紹介します。この事件ね、被害者の女性は脂肪吸引の施術中だったんですけど、夫が少し席を外して目を離した瞬間に、その女性っていうのは医師やスタッフと共に姿を消してしまったんです。なんかそれもう神隠しじゃないの？水曜日のダウンタウンであった企画みたいな、そんな感じね。これ本当に聞いたことがないような事件なんですけど、誰もねいないクリニックに戻ってきた夫は、そういえば手術の前に医師の様子おかしかったなって思い出すんです。誰もいない。2026年5月18日、メキシコプエブラ州プエブラ市。すみません、誰かいませんか？夜7時頃、高級住宅街付近のサバレタ地区に立つビルの3階から何度となくドアを叩く音が響いていました。美容外科デトックスクリニックのドアを叩いていたのはフロレンシオ・ラモスという男性。脂肪吸引術を受けていた妻の付き添いでクリニックへ来ていた彼は、つい1時間ほど前に買い出しを頼まれ、一度クリニックを離れたのです。そしていざ戻ってみると、クリニックのドアは固く閉ざされ、院内は完全に消灯。医師から聞いていた番号に電話をかけても応答はありません。わずか1時間の間に医師やスタッフ、そして妻はどこへ消えてしまったのか。何か変だとは思っていたが、まさかこんなことになるとは。眉間にシワを寄せ、数時間前の出来事を思い返す夫フロレンシオ。思えば施術に入る前からこのクリニックには不審な点がいくつもあったのです。時は遡り、その日の夕方4時頃、フロレンシオは妻のブランカ・アドリアナ・バスケス・モンティエルと2人でそのクリニックを訪れました。美容師をしており、外見には常日頃から気を使っていた妻のブランカ。ジム通いの習慣があった彼女は、ジム仲間の勧めでこのクリニックへやってきたといいます。そして診療室へ通されると、待っていたのは清潔な内装と最新の医療機器。ブランカの目当ては脂肪吸引の相談でしたが、カタログには他に多様なメニューが並んでいました。顔のリフティングにボトックス注射、ヒアルロン酸、さらには鮭の DNA を用いた再生療法まで、高度な技術を要するメニュー群をブランカは意外そうな表情で見ていたのです。思ったよりしっかりしてるところなのね。
そう、実は彼女は実際にそこへ来てみるまではこのクリニックを少し警戒していました。それはこのデトックスクリニックが市場の半額以下の14,000ペソ、日本円換算で13万円ほどの額で死亡吸引ができると宣伝していたため、施術を受ける気はなく、その値段で実際どのような施術が受けられるのか話だけを聞きに来たつもりでした。一人で来ずに夫を同伴したのもその警戒心からだったのです。とはいえそのクリニックは SNS 上で実際の施術の様子を動画で発信しており、信用できる材料もあるように思えました。動画内ではマイクロエアという最新技術を使用していると主張。機器が発する振動によって脂肪組織がほぐされる様子が映され、従来の手動式より少ない力で吸引できると説明されていました。実際この方式には疲労や施術時間を減らす利点があり、一部の研究では内出血や腫れ、術後の痛みが軽減したとの報告もあります。ジム仲間がブランカにこのクリニックを勧めた理由は報じられていませんが、安価な割に専門性が高そうだと感じてのことだったのかもしれません。そしていざカウンセリングが始まると、医師のディアナ・アレハンドラ・パラフォクス・ロメロは即日で脂肪吸引を行うよう勧めました。マイクロエアを使った施術なら今日すぐにでもできます。すごく簡単な施術で仕事を休んでもらう必要もないですよ。ディアナはまるでマッサージを勧めるかのような軽い調子で即日の脂肪吸引を勧めます。本来は施術に臨んでも大丈夫か。事前検査が必要にもかかわらず。そうよね、脂肪吸引ってさ、そんな簡単にできるもんじゃないわよね。ブランカさんも警戒してたはずでしょ。なんでそんなさ、勧められるがまま受けちゃったわけ？人間には専門性を示す根拠を前にすると、うんいろいろすっ飛ばしてね、まあなんか正しいんだろうな、大丈夫だろうなって思い込む心理があるんです。というわけで本日のメトラキーワード、専門性ヒューリスティックについて。専門性ヒューリスティックとは、専門的な肩書きや服装、専門用語を備えた人物の説明を詳しくは検証せず、専門家が言うなら正しいだろうと判断してしまう心理。専門性の高い分野において提示された情報が本当に合っているかどうかを素人が専門家レベルまで調べることはほぼ不可能です。そのため人間にはその労力を省き、信用して大丈夫とすぐに結論付けてしまう心理が備わっているとされます。これが専門性ヒューリスティック。ブランカはあまりに格安のクリニックを警戒し、夫を伴って話を聞くだけのつもりで来院しました。一方で実際にクリニックを訪れてみると、最新の医療機器や清潔な内装、高度なメニューが並んだカタログなど高い専門性を示す設備が。その場所で医療用の服を身につけたスタッフが実在する機器の名前を使い、施術は簡単で回復も早いと説明する。それらの条件から彼女がどれだけ慎重に考えていても、そのクリニックには大丈夫そうだと感じてしまいやすい空気があったと考えられるのです。ブランカの施術が始まって1時間が過ぎた頃、医師のディアナが一度待合室へ出てきました。そこで待っていた夫フロレンシオに彼女はこう言います。奥様の術後のケアのために包帯と圧迫用のコルセットと薬が必要なんです。申し訳ありませんが、ご主人に買い出しをお願いすることはできますか？それらが本来クリニックが用意するべきものであることは言うまでもありません。顧客の家族に買い出しを頼む医師の言動にフロレンシオは少し違和感を覚えますが、その場は従うことに。しかも医師のディアナはなぜか近くに薬局があるにもかかわらず、車で片道30分のショッピングセンターへ行くようにして、私の番号を教えておきますので戻ったら連絡をください。そう言われ夫フロレンシオは電話番号を渡されたのですが、フロレンシオが夜7時にクリニックへ戻ると、ドアは閉ざされ照明も全て消え、さらに医師のディアナは電話にも応じませんでした。フロレンシオはすぐに警察へ通報。ビルのオーナーの協力で警察がクリニック内を確認しますが、そこはすでにもぬけの殻でした。さらに翌日にはクリニックの SNS アカウントや Google マップの情報まで全てが削除されていたのです。まるでさ、クリニックが最初から存在しなかったみたいになってない？わざわざさ、夫を遠くまで買い出しに行かせたこともなんか意図あるわよね。これマジで怪しいっすよね。いなくなった妻の身に一体何が起こったのか、全てはクリニックの外の防犯カメラが物語っていたんです。毛布の中身。医師のディアナとクリニックのスタッフ、さらに妻のブランカが姿を消して間もなく、警察はクリニックの外に設置されていた防犯カメラを確認。夫のフロレンシオが買い出しへ出かけた後、彼女たちが何をしていたのかはそこにしっかりと映し出されていました。医師のディアナは2人のスタッフと共に毛布で包まれた荷物のようなものをビルの外に止めていた赤いミニクーパーへ積み込みます。その毛布の中身はさっきまで施術を受けていたブランカでした。
彼女が意識を失っているだけなのか、すでに亡くなっているのか、映像からは判別不能。ともあれ医師ディアナは相当に慌てた様子で、医療用キャップも白衣も身につけたまま早々にクリニックから走り去ったのです。夫のフロレンシオをわざわざ離れたショッピングセンターまで買い出しに向かわせたのは、危険な状態に陥ったブランカを隠すまでの時間稼ぎだったと考えられます。要はこれ施術中にさ、やばいことになっちゃって、ブランカさんごと乗せて車で逃亡したってことよね。そういうことなんですよ。そしてこの後ブランカさんは最悪の形で発見されるんです。2026年5月19日、警察はこの一件を失踪事件とみなし、プロトコルアルバを発動。これはメキシコで導入されている緊急捜索システムで、警察、交通機関、病院、メディアなどの関係機関の間で当事者の写真や特徴などの情報が即座に共有されます。女性が失踪した際には犯罪の証拠が十分でなくとも発動されるようになっており、発見まで関係機関が連携しながら捜索が進められるのです。メキシコでは女性の失踪が人身売買や殺人などにつながるケースが珍しくなく、初動捜査の遅れがかねてから問題視されてきました。プロトコルアルバはそのために導入された制度なのです。捜査の結果、逃亡用のミニクーパーがスタッフの一人カルロス・ケサダ・パラフォックスの関係先で乗り捨てられているのを発見されます。そして失踪から3日後の5月21日、クリニックから95キロ離れたトラスカラ州アトルトサイアンカの溝の中で、通行人がブランカの遺体を発見。うなじに彫られたキスマークのタトゥーや右足の大きなほくろなどの特徴から、その遺体は彼女で間違いないと確認されました。死因は鎮静剤や鎮痛剤の過剰投与による心停止。クリニックに過失があったことは疑いようもなかったのです。医療ミスの後にさ、患者を遺体にしちゃって、その後息までするって、もう医者としてクソみたいなことやってんじゃない。しかもディアナは一見専門性の高い医者に見えていましたから、もうね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、これ捜査が進むにつれてその専門性すらも怪しくなってくるんです。作られた権威。SNS でも施術の様子を映した動画を発信し、最新機器を用いて高度な専門知識を解説していた医師ディアナ。いかにも信頼に足るように見えた彼女が鎮静剤や鎮痛剤の過剰投与で顧客を死なせてしまった。しかし実はこれは想定外の事故ではなく、いつかそうなってしまうことも分かっていたようなものなのです。なぜならディアナが発信していた死亡吸引の解説動画は著名な医師の動画を無断使用したものだから。本来のその動画の投稿主はペルーの形成外科医リリアナ・プリンシペ医師。マスクと帽子で顔が隠れているのをいいことに、彼女の施術を映した動画をディアナはあたかも自分であるかのように装って宣伝していたのです。実際のところディアナは医師免許すら持っていませんでした。スタッフのカルロス・ケサダ・パラフォクスは実の息子で、親子は過去に自動車部品の窃盗や盗難車の販売に関与していた犯罪歴があるとも指摘されています。要するに彼らは多くの犯罪に手を染めてきた親子で、新たな稼ぎ方として無免許クリニックの運営を企てたということ。このほかクリニックにはもう一人スタッフがいましたが、受付係をしていたそのスタッフもまた悪質と言わざるを得ません。彼女は以前別のクリニックで受付をしており、そこで施術を見ていたことから自分にもできると思い込んでいたといいます。そしてディアナのクリニックでは見よう見まねで施術に関わっていたと。借りていた高級住宅街付近のビルの一室も居住用として契約し、医療行為を行うことを伏せたままクリニックに利用されていました。清潔な内装や医療機器の数々、高度なメニューが並んだカタログも全てカムフラージュのために揃えられたものだったのです。もちろんクリニックのお客さんはブランカさんだけじゃないでしょ。そんな無許可で何人も死亡吸引やってたってこと？お察しの通りなんです。クリニックは開設されてね、3ヶ月ほど経っていて、被害者はブランカさん以外にも多数いるんです。2026年5月9日、ブランカの事件の9日前にあたるその日も、デトックスクリニックの施術室からは女性の悲痛な叫び声が絶え間なく響いていた。施術が終わった後、女性はもはや満身創痍の状態でその部屋のベッドに横たわっていた。彼女としては自分が生きていることさえ奇跡に思えたかもしれない。なぜなら死亡吸引の施術中、その女性は麻酔すらされていなかったから。明日からすぐ仕事に戻れます。負担の少ない施術ですから何のケアも必要ありませんよ。地獄の苦しみを味わったその女性は医師を名乗るディアナのその言葉を信じられずにいた。案の定翌朝目覚めた時、彼女のお腹の傷跡は真っ黒に変色していた。
女性の死亡吸引の傷跡には深刻な病変ができており、彼女はすぐに病院へ駆け込みました。専門家によれば、無資格者が死亡吸引の施術をすれば内臓を傷つけてしまったり、破壊された脂肪で肺を詰まらせてしまうなど、死亡のリスクは極めて高いといいます。被害女性は治療によって一命を取り留めますが、もし判断が遅れていれば彼女もまたブランカと同じ運命をたどっていたかもしれません。2026年7月9日、プエブラ州検察はディアナと息子のカルロスが殺人及び死体遺棄の容疑で国際指名手配されたことを発表。現在も親子は逃亡中です。またもう一人の女性スタッフも同じく逃亡中ですが、彼女は逮捕や身柄拘束の適法性を争うアンパロという法的手続きを申し立てました。この申請によって彼女の逮捕は一時停止となっています。ディアナが悪用したのは、私たちが専門家らしい人物に抱くごく自然な信頼でした。これは医療に限りません。専門家監修と書かれている。もっともらしい肩書きがあり、専門用語で説明されている。それだけでよく調べずとも内容まで正しいように感じてしまうことがあります。皆さんは専門家らしい人物から大丈夫ですと言われた時、その人が本当に専門家なのか、言葉の根拠まで確かめようとするでしょうか。オーソンスケちゃんです。いやみやみこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方はなんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。おー、無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。ほんと視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までにね、入会してくだされば1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画を見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたの助けを求める声はきちんと誰かに届いていますか。2023年9月、韓国プサン。事前に書いておいた文章を読みます。感情が抑えられなくなりそうなので。画面に映っているのは一人の若い女性。彼女はあらかじめ準備しておいた文章を手に緊張した声で語り始めます。今も手が震えて怖くて、感情のコントロールが難しい状態です。彼女は長年にわたるいじめ被害を自ら告発し、一躍有名になった人物。そんな彼女が声を震わせながら動画で訴えたのは、助けてほしいということでした。 그로 인해 제가 또 제 주변 사람들이 안전해지기를 바랍니다. YouTube に公開された動画はあっという間に数十万回再生。しかしその願いが叶うことはありませんでした。この動画からおよそ1ヶ月後に彼女は自ら命を絶ってしまうのです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。